皆さんこんにちは。今回の動画はなんだかいろいろと忙しい田舎暮らし。夏に大量に収穫したトマトを瓶詰め保存したので自家製ケチャップ作りに挑戦してみたり、アジサイのリースを作る様子をお届けします。ここでさ、こうかなと思って。今年は10月中旬から毎日雨が降り続き、川が氾濫しています。また、水位が下がったら、あのフェンスに絡まりついた汚れを落とす作業をしなきゃなぁと思いながら、この景色を眺めていました。どんよりした天気が1ヶ月ほど続いているので、ほんの10分ほど太陽が覗くだけで、こんなにも嬉しい気持ちになるんだなぁとしみじみ思います。さてさて、雨が止んでいる間に、冬に向けてちょっと初挑戦してみたいことがあります。それは野菜の苗を冬越しさせてみるです。ここはトマトを植えていたところで、これは枝を短く切ったところです。10月末に今年最後のお野菜を収穫する様子をちょっとお見せしますね。そういえば皆さんはパプリカを育てるのは意外と難しかったということをご存知でしたか？理由は苗を植えてから収穫するまでにすごく時間がかかるからだそうです。私はその事実を知らず、緑の実はなるものの、全く色が変わらないので、いつ食べれる日が来るのやらと思いながらいろいろと調べていました。そして見つけたのが実の 10% に色がつけば収穫するといいというアドバイスでした。やってみるとその通りで、収穫後2、3日で実の色がすべて変わりました。今回はトマト、パプリカ、ナス、そして唐辛子の苗の冬越しをやってみたいと思います。実は先日ちょっと見てみると、トマトはすでに怪しい雲行きでした。唐辛子はエスプレットという品種でお気に入りなので、家の中に入れて観察することにしました。あと、今年の春に購入したレモンの木も一緒にベランダに運びました。結構いい感じにたくさん実がついてきています。今年はトマトが大量に収穫できたので、夏はトマトの瓶詰め作業で大忙しでした。今年行った飲みの市で瓶を20個ほど購入したのですが、それでも限りがあるので、
量を減らすために、刻んだトマトをお鍋で2時間煮込んで、半分の量になるまでに煮詰めてから保存することにしました。すると、お塩もお砂糖も何にも入れてないのに、とっても甘くて旨味が凝縮されたトマトが出来上がりました。こちらがそのトマトの瓶詰めですが、今年どれだけ作ったのか記念に取っておこうと思い全部出してきたのがこちらです。すでに食べてしまった分と冷凍した分を入れると50個分ぐらいできていました。ちなみにこれに使った同量分のトマトはいろんなお友達にもらってもらいました。今回はこのトマト瓶で自家製ケチャップ作りに挑戦してみることにしました。いろんなレシピを参考に私好みのスパイスを配合したら想像以上の美味しいケチャップが出来上がりました。次もこれを参考にまたアレンジしようと思いましたので、概要欄に分量を記載しました。ご興味のある方は見てみてください。トマト缶で作るケチャップのレシピを主に参考にしましたが、とにかくこの煮詰めたトマトがとっても甘いので、砂糖は大さじ1しか入れませんでした。作り方はシンプルで、材料をすべてお鍋に入れて30分煮込み、ブレンダーで滑らかにしてこすだけです。胡椒とバルサミコを初めに入れ忘れていたので、ここで入れています。トマトの量は今回 470g でしたが、クローブの香りが結構強く感じられるスパイスたっぷりのケチャップになりました。最終的な仕上がりの色は暗めの濃い赤にしたかったので、赤玉ねぎとバルサミコ酢を選びました。これを作りながら家にある市販のケチャップを味見しながら塩味を少し足したりして私好みの味になるように調整しました。でも市販のケチャップを味見してびっくりしたのが、市販のケチャップよりとっても美味しいんです。今日はスクランブルエッグに乗せて早速お昼ご飯に食べたいと思います。今度はナポリタンスパゲティを作ってみようと思いました。皆さんはケチャップを作る際のおすすめハーブやスパイス、隠し味はありますか？また、ケチャップの美味しさを活かせるおすすめのレシピがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ちなみに、この日のお昼ご飯は残り物メニューで、ごぼうとエリンギの炊き込みご飯と茹でた鶏胸肉でした。雨が止んでいる間にやっておきたかった仕事で、もう一つ、それはアジサイの花を切る作業です。これはもう毎年同じことをやっていて、毎シーズン問題なく綺麗な花がたくさん咲いてくれるので、なんとなく分かってきました。思えばこの田舎暮らしを始めてから
本当に知らないことが多く、何をするにも調べないといけないので時間がかかるなぁと感じます。それでもいろんなことに挑戦していると、こんな風にだんだんとできることが増えるのかなと思いながら、その過程をのんびり楽しんでいます。あ、鶴の渡りがやってくる声が聞こえます。ちょっと見に行ってみましょう。ちょっと遠かったのであまりうまく撮影できませんでしたが、V の字になって画面右から左へ向かっていくのが見えましたか？かなり遠くからでもやってくる音が聞こえるので、いつも手を止めてお庭へ駆けつけます。これからどんどん寒さもやってきそうです。あっという間にもうすぐクリスマスですね。皆さんはこの冬、どのように過ごされますか？私は最近編み物を練習中です。あとはフランスの簡単おつまみレシピも練習してみようかなと思っています。皆さんの冬の楽しみ方もぜひ教えてください。こちらの動画をご視聴いただきありがとうございました。